しくお願いします。凛としてしぐれという3ピースのバンドでギターボーカル、作詞作曲を担当している TK と申します。自分のソロのプロジェクトでは TK from 凛としてしぐれという名前で活動しています。基本的には全てバンドから僕のキャリアはスタートしているんで、ソロをやることはもともとバンドを始めた時は想像もしていなかったですけど、やっぱりバンドにおいてはベースボーカルのみよことドラムの中野くんがその3ピースの音像の中でどういったぶつかり合いをするかとか、どういうふうに楽曲の中に溶け込むかっていうのを、最も重要に考えているので、まずはその3人で音を鳴らすっていうことが、それが凛としてしぐれっていうバンドの音楽になっているっていうので、それ以外僕が考える余地はないんですけれども、ソロっていうのはそこでできないものっていうのを意図的に作ってたりはするので、ある意味バンドの時は割と何も考えないでまずは3人で出せる音楽をっていうのを考えてるんですけど、ソロの時はそういう縛りがなくなるので、楽器のバリエーションも当然増えますし、核にあるものっていうのは変わらないんですけど、カタルシスを感じるポイントっていうのも自分の中では微妙に違うのかなと思ってたりはします。バンドの時はやっぱり3人がぶつかるその摩擦みたいなものをピークに考えるんですけれども、ソロの時はもうちょっと楽曲全体の美しさだったりとかメロディアスさっていうところも重要なところとして考えているので、もちろん僕が作って歌っているのでどっちの楽曲か分からなくなる人もいるとは思うんですけども、作ってる側としては結構そういったところでの違いはありますね。まずバンドの方で言うと、バンドはドラムを打ち込んでそこに自分のギターを差し込んでいってっていうところから決めていくんですけど、割とソロの時は少しだけピアノが弾けるんで、そのピアノでちょっとその全体のコード感だったりっていうのを作ったり、シンセサイザーとかを使って自分がその好きな音を並べていくところからスタートすることが多いですね。それはでもやっぱりギターでずっと作ってきているっていうのがあるので、自分の中ではギターのフレットとかコードっていうものが音色も含めてですけど、もう全て鳴らしきったような感覚になることが多いので、そうじゃない場所から楽曲のその源をスタートさせるっていうところで、自分自身がちょっとリフレッシュしているところはありますね。そのバンドと自分のソロの音楽っていうのがある意味において自分の中でですけどライバル関係みたいな感じになっているので、先ほども言ったようにバンドっていうのが僕のメインの部分を占めてるんですけど、じゃあ例えば中野くんと美代子がいなかったとしたら自分の音楽っていうのはこの世に存在しないのかっていう、そういう課題を自分に課しているような感じだったりするので、じゃあその3ピースっていうことでやっているんですけど、3ピースっていうのは独特なバランスで成り立っているので、どの楽器がなくなっても成立しないので、中野くんと美代子が担っている役割っていうのは大きいんですけれども、だからこそじゃあ自分にできることっていうのは何なのかっていうのを強く感じるように長いキャリアの中でなっていって、で自分はその3分の1としては音楽は作れますけど、本当にその0を1にすることができるのかっていう課題の中でやってる部分もあったので、そういう意味では結構自分が
作っているものをこう俯瞰で見たりとか、より広げようとする、執念みたいなものは結構養われたんじゃないかなとは思います。バンドが やりたくて一人で曲を作ったっていう感じですね。当時はやっぱりドラムを探すのが大変だったので、僕と美代子はもともとコピーバンドみたいなのをやってたんですけれども、そこからちょっとこう就職の関係とかで2人だけになってしまって、ドラムを見つけるってなった時に、なんとなく誰が好きです、こういうコピーやりたいですっていうことよりも、なんか時間的な焦りもあったので、まず自分がこういうことをやりたいっていうのをオリジナル楽曲で提示して、そこに対してついていきたいっていう人を募集しようかなっていうところでオリジナル楽曲を作ったので、イメージしてたのはやっぱりトリオのバンドでしたね。今思えばあったんだとは思いますけど、でも楽曲を作ってる時って感覚的にはあまり先が見えてないような感じなので、とにかくその瞬間にその目の前にある音に対して何が欲しくて何が欲しくないかっていうののその選択をしていって、なんとか一つの形にこう一つの時間を作ってるみたいな感覚なので、それはなんか後で見れば見えていたとも取れるんですけど、多分その時はあんまり見えてなかったんじゃないかなと思います。やっぱりある程度のその制限がある状態で音楽を作ることっていうのはものすごくこう楽しいですし苦しいですし、それが結構最終的にものすごい奇跡的な美しさを生み出したりもするので、それがやっぱり凛としてしぐれが持っている独自性だと思ってるんですけど、やっぱりその中だけで作っていると自分の音楽はそこでしかならせないのかっていう葛藤も出てくるので、そこを自分で意図的にこうなんか開いてあげて、で開いてあげると今度はその締めたくなってくるんで、ソリッドにしたくなるんで、そういう意味でその常に新鮮な気持ちで音楽を作り始められるっていう意味においてはものすごく健全な音楽作りができている感じはしますね。僕の中では全てが一つにつながっているので、あんまり境目がない感じですね。それは僕が、例えばその自分のプロジェクトで歌を歌っている時も、誰かのプロジェクト用に楽曲を作る時も、そうじゃなくて楽曲を作ってもいなくて歌ってもいなくてエンジニアだけをやることも稀にありますけど、その時もやっぱり自分は音楽を作っている感覚になっているので、アウトプットする対象が少しずつ変わっていくだけで、自分の中では結構全部が一本につながっているかもしれないですね。やっぱり僕がやってるその凛としてしぐれっていうバンドはかなり一般的ではない攻撃性を持っているので、その自分自身がその間口を広げることによって自分がその作ってきたバンドのイメージ像っていうのは当然あるんですけど、そこよりも自分が本来持っているポップスへの執着とかっていうのはすごく大きなものだと思っていて、バンドの音楽だけを聴いてる人は、例えば僕はすごく怖く見えたりとか、歪んだギターの音以外は好きじゃないとか、ものすごくピンポイントな人物像だったりバンド像に感じると思うんですけど、僕自身はより多くの人にその音楽を伝えたいと思っていたりとか、パーソナルな部分はまたそのバンドのイメージ像とは違うんで、それが多分僕のそのソロだったりプロデュースだったりっていうところへの興味をちょっと柔らかくしてくれてるところはあるので、自分のその興味がちゃんとその外からの受け入れるオープンさにもつながっているのかなっていうのは思ったりはしますね。どうせやらないだろうって多分思われてると思うんですけど、それを多分昔から
自分はなんかバンドだけじゃなくていろんなこともやってみたいっていうのは、バンドを始めた頃にも例えばエンジニアをやっていたりとかっていうのはあったので、自分の音楽っていうものを違う角度から表現したりとか、違う角度から見ることに対しても興味があったので、それがちょっとずつ僕の音楽を聴いている人にも伝わった結果が、そういった、プロデュースワークの依頼だったりとかっていうところにつながっているのかなとは思ってます。そうですね。でもやっぱり写真とかを撮ってたりもするので、表現するっていう意味ではそこも多分自分の中で結構つながってると思うんですよね。でこの前本を書きましたけど、やっぱりその歌詞を書いてきましたけど、今までずっとだけど、その文章を書くっていうのとはまたちょっとこう近いようで遠い作業ではありましたけど、表現するっていうことにおいては、その自分が表現したいものをどういった言葉でそれを読む人に伝えるかっていうのは、ある意味においてはものすごく同じ感覚があったので、それは写真とかもそうなんですよね。自分が、海外とか行って写真撮ることは多いですけど、自分の目の前にある景色を例えばどういったフィルムで伝えたりとか色味で伝えたりとかっていう、その音楽を作る時も自分の中の中心にあるそういうアンテナが向くものには結構興味が常にあるので、音楽にはなっちゃいますけど、例えばそれがこう映画音楽だったりとか違うインスタレーションだったりとか、僕が歌うものだけじゃなくてもこういった違う意味でのコラボレーションみたいなものとかは興味ありますね。人にもよるんですけどただその緊張というよりはやっぱり興奮する瞬間の方が圧倒的に多いんで、もちろんそのもともと友達だったりすれば緊張というよりは、どういう楽曲を作るかっていう方にもうフォーカスしてるんで、あまりその他のところには意識いかないんですけど、例えば稲葉さんとかだったらその時に初めましてだったので、自分が大好きなその先輩だったので最初は緊張しましたけど、でもやっぱそこからちゃんと自分が音楽作りにこう没頭していった時に、その2人でどういう音が作れるかっていうところから、その音楽が生み出された時にやっぱ得られる興奮っていうものは、その、常に緊張感っていうものはありますけど、それが一つのちょっとした形になっていく過程でのその興奮っていうものがあまりにも大きいので、コラボレーションの中ではやっぱ自分の感情をものすごく揺さぶるのはその興奮みたいなもの、発見だったり、今まで自分だけでは行けなかった場所に行けたっていう感情が一番大きいかもしれないですね。僕はやっぱりそのプロデュースをするときに、自分の楽曲、自分が作りたいものをその人を使って表現するというよりは、その人が自分の楽曲を歌うときにどういったメロディーを歌ったらその人が一番自分の楽曲の中で輝くかっていうことを一番重要に考えているので、僕が多分作るメロディーとかコード感とか全体の音像っていうのは割とよく言われるんですけど、パッと作ると、TK だよねとか凛としぐれだよねっていうことがよく言われるんですけど、それをこう僕が何か洋服を作ってそのまま着せて、じゃあこれ着てくれれば僕のプロデュースになるからっていうことではなくて、その人にちょっと当てがった時にちょっと裾の長さはこうだったねとか、着てみたらこうだったっていうところをどの程度その人に対してアジャストできるかっていうのがすごく重要だと思っていて、そのあたりはものすごくこう大事にしていますね。コラボレーションはでも常にやっぱりその自分がその声に魅力を感じている人っていうのはやりたいですし、その映画監督でも自分が好きな藤井道人監督とか
こう見ていてこの監督さんに自分が音楽をつけるならとかっていうのは結構常に考えてたりはするので、興味がある人はみんなやってみたいですね。これはいけるなっていう感覚は常に持ってるんですけど、それは数字的なヒットとかそういうことではなくて、もちろんその多くの共感を生むことっていうのは最終的に数字に現れると思っているので、自分たちが多くの人に聞いてもらいたいって言ってるのはある意味では売れることと同じだと思ってるんですけど、東京グールの場合はどちらかというとこうマニアックなところから火がついてアニメ化されていった感じがあったので、こう鳴り物入りっていう漫画とかのアニメ化っていうのとはちょっとこう違った印象だったんですよね。石田水さんと僕との間でその物語ストーリーに対して一番かっこいい音楽を作るっていうことの到達点としては僕はかなりのピークに達してたと思うんですけど、だからといってその楽曲のデモができた時に周りからアニメのヒットとかとは別としてこの楽曲はいけますねって言われた記憶はないですし、自分がデモとして作り出すものっていうのは常にそういった気持ちで作っているんであれですけど、なんかあの時のデモは周りの反応全然違ったなみたいなそういうのは全然なかったですね。やっぱりそういうものって後からついてくるものなのかなと。先生はその時はそんなに直接のやり取りはしてないですけど、人を介してでしたけど、やっぱり最初にアップテンポな楽曲を作ったんですけれども、もう少しミドルがいいかもとか、もちろんもっと細かいオーダーはありましたけど、で2曲目に作ったのがアンラベルだったんですよね。少しミドルテンポになってくるとオープニングとしてはどうなんだろうっていう話も当然レーベルサイドから出てきたりはしましたけど、でも漫画が持っているそのダークな質感と多分僕がその時に作り出したものっていうのががっちりはまったんだと思っているので、言葉も含めてですけど、何か一つの現象を生む時っていうのはタイミングとか時代ももちろんありますけど、なんかいろんなものが引きつけられて奇跡的なものを生み出せた時に偶然なんかこうそういう一つの塊になると思っているので、誰も予想はできないですけどね。自分の中ではあんまり特別なことはしてないんですけど、僕は普段からそんなにアニメとか漫画を読んでいるわけではないので、自分がその作品として携わらせていただくものにはまずその全力で自分のその体内にストーリーを入れ込むところからスタートするんですけど、やっぱり普段読んでないからこそそのスッと入ってくる感じが逆になくて、多分慣れてないからだと思うんですけど、なので何回も読み込んでそのストーリーを入れてから、そのストーリーの中の例えば主人公であったり、その時にオーダーをいただいているこの人の視点で書いてほしいっていうものがあれば、その人に対して自分と重なるポイントっていうのを見つけ出すんですね。で東京グールで言えばその人を食べてしまうっていう一つの大きな特徴がありますけど、それは現実的にはありえないんですけど、自分の中に自分じゃないもう一人がいるっていう感覚は誰しもがどっかのタイミングで思うんじゃないかとか、アニメなんて本当に現実ではありえない設定がたくさんあると思うんですけど、その中で主人公だったりその核となるストーリーと自分と聞く人をどうやって結びつけるかっていうのを結構考えて、
その物語を噛み砕くやり方が僕の場合は多いですね。やっぱりそれがアニメは現実的にはありえない世界だったとしても、その感覚ってそういえばこの前感じたかもなっていう、そのありえないところと普遍的なもののなんかその重なる部分っていうのを自分なりに見つけるっていうところが大事にしてるポイントですね。そうですね、基本的にはメインのめちゃくちゃ重いのがあるんですけど、それが一番最初に作ったオリジナルのギターで、それとサブがほぼほぼ同じような音が出るセッティングにされているものがあるんですけど、ただやっぱりその一番最初に作ったギターをベーシックにして全ての音のセッティングを作っているので、僕が持ち替えている時は音色の変化というよりはチューニングを楽曲によって結構変えるので、その原因によるものの方が多いですね。結構その楽器をいっぱい変える方って、例えばテレキャスターからレスポールに変えたりとか、そこからストラトキャスターに変えたりとかっていう人も多いと思うんですけど、僕はそれだとものすごい耳の中が違和感があるので、一つに決めたら基本的にはその音の中でライブを進めていくっていうことの方が多いですね。なのでこの前までやってたバンドのツアーとかではもう持ち替えなく一本でやっていたので、そのセットリスト楽曲によって全く持ち替えないライブもあったりしますね。今後やってみたい楽器ですか？今後やってみたい楽器、一回バイオリン買ったんですけどチューニングできなくてやめました。なのでそれがバイオリンが壊れてるのか僕のチューニングが悪いのか分かってないんですけど、ちょっとそこら辺はっきりさせてもう一回トライしてみたいなと思ってます。凛としてしぐれが最初にそのリハーサルスタジオに入った時に、まだまだ全然その街にあるちっちゃいスタジオですけど、ボロボロのスタジオで練習をし始めて、自分が最初に作った楽曲をそこで初めて演奏した時に自分の声が全く聞こえなかったんですね。でそれは今思えばそのモニター環境であったりとか、当時はスピーカー越しに、そのイヤモニではなくてスピーカー越しに聞いてたので、僕はもともとギタリストなので自分が出したい音量も結構大きかったですね。なのでそういういろんな要因が重なり合って、この音域で歌ってたら聞こえないんだなっていうちょっと間違った解釈をしてしまって、じゃあ1オクターブ上げたら聞こえるんじゃんっていうことに気づいて1オクターブ上げたのが最初なんですね。今凛としてしぐれの楽曲とか、僕のソロもそうですけどは、僕の歌声とかがものすごくそのソリッドな影響を与えてると思いますけど、そういったものを出したくてその音域にしたわけではなくて、ただただスタジオがボロくて自分の声が聞こえなくて上げた。だから最初はすごい裏返ってたんですよ。裏返ってたんですけど、自分が歌ってる感覚が最初は低くて、僕地声も別にそんなに高いわけじゃないんで、なんか歌ってる感覚がないなって思ったんですよね。もともとこの音域で歌った時に、その1オクターブ上げた時に裏返るけど、なんか自分はこっちかもしれないなってなんかちょっと見つけた感じはあって、そこから何回かその楽曲の中で、今の歌い方を繰り返していったら、なぜかなんか裏返らなくなって、そこからはずっと独学でやってきてますけど、やっぱり突き詰めていくと自分の中で気になるところ、ポイントとかって出てくるので、そこはボイストレーニングをしながら独学に対してその独学なものを表現するためのテクニックみたいなものは習得しようと思ってますけど、まだできてないです。なのでまだ全然独学のままなので、成長過程のど真ん中です。
一番上はラナデルレイの Say Yes to Heaven。 何で名前、多分インスタグラムでおすすめの投稿で流れてきて、なんかすごい懐かしい気分になったんですね。自分がよく使うコード進行で楽曲がずっとその同じコード進行が使われていて、僕結構そのずっと反復するの好きなんで、ラナデルレイの新曲を懐かしい気持ちで最近ずっと聴いてます。ルーティーンはもちろんその加湿器で加湿したりとかはしますけど、そのなんか歌的なことで言うとペットボトルの中にストローを入れてブクブクしたりはしてますけど、多分そういうの言ってもあれだと思うんで、アイスコーヒー飲んでます本当はあんまり良くないかもしれないですけど、アイスコーヒー飲んでます。アメリカ確かにあんまり行ったことないので、サンフランシスコとか行ってみたいです。行ってみたい場所の話になってますけど、でもニューヨークとかもライブやってみたいですね。鮮やかな殺人っていう曲だと思います。一番最初に作ったんですけど、そのバンドメンバーを探す時に、そのトリオの凛としてしぐれを始める時に、この楽曲を好きな人とか叩きたい人みたいな感じでバンドメンバーを募集したのと、その最初に僕が今のボーカルスタイルになるために練習していた楽曲もその楽曲だったと思うので、そういう意味ですごく思い出深い楽曲ですね。その場所によってなんですけど、ライブ前日とかなんか水炊きとか食べるのがジャパニーズ鍋スタイルっていうんですかね。水炊きは結構好きな、なんとなくこう潤うような感じがあるので好きですけど、あとはアイスコーヒーですか。コーヒーです。コーヒーこっちですか。コーヒー毎日そうですね、3杯ぐらいまでは飲んでます。ルーティーンはそんなにないんですけど、アイスコーヒーの方がずっと長く飲めるんで、ホットのやつだと冷めちゃうんで自分で入れてます。豆から引いてます。はい。スピーカーです。自分のスタジオ防音してるんで結構大きい音でチェックします。絶対甘いものですね。辛いもの僕そんなに好きじゃないんで、でもチゲ鍋は好きなんですよ。ただあんまりキムチは得意じゃなくて、甘いものの話をしなきゃいけないですね。パンケーキとか好きです。はい。アクションですかね。でもサスペンスが一番好きです。どちらかというとなんか動いてるものが好きですね。特別この作品が好きですか。シャーロックとか好きですけど、外食の方が好きですね。自分でそのスタジオとかだとパンケーキ作ったり、朝ごはんというか作業をやる前にしますけど、でも外食の方が好きですね。人と喋りながらご飯とか食べるの、ライブの後のご飯一番美味しいです。ピアノかもしれないです。逆にピアノから始まってるんですけど、ギターはもう体の一部みたいな感じなので、
必要なのはもちろんギターなんですけど、なんかだからこそちょっと違う角度から生み出したいときはピアノを使ったりします。見えちゃうっていうことなんだとしたら他人ですかね。自分のを見たくないんで、それだったら自分の今を10分分濃く見たいです。どちらかというと未来じゃなくて、なんか未来見ちゃうとあんまり面白くなさそうなんで、この曲全然売れなかったなってなるかもしれないじゃないですか作ってる途中に。全ての言語ですね。これも動物が言ってることを聞こえちゃうとなんか悲しい気持ちになるかもしれないんでそういう意味で人間の言語の方がいいかなって思いました。海外よく行くんで、英語はそのレベル10のうちの2ぐらいは喋れるんですけど、やっぱ英語でもうちょっとレベル5ぐらいまでして歌いたいなとは思ってますっていう気持ちは持ち続けたままもう40歳になっちゃったんで、もうダメかもしれないです。でも頑張りたいです。なのでちょっとライブ呼んでもらいたいですね。ありがとうございました。なかなか僕のインタビューが、お届けできる機会はないので、僕の、脳みその少しを皆さんに共有できたら嬉しいです。ありがとうございました。TK でした。